こんにちは、アンナスです。今日は、サテンステッチを細長く刺繍した時に、なんかこう厚みがバラバラになってしまうみたいな話をしようと思います。それをどうするかっていうことですね。はい、それでは手元の方にどうぞ。はい、ではサテンステッチの厚みの話をしたいと思います。こういう細くて長いものがたくさんある図案、そういうものがこうたくさん集まって図案になっているものっていうのが結構多いんですけど、距離が長いものとか特にそうですね。最初綺麗に刺せてて、途中でちょっとガタガタしてきたから、ちょっと何回か上に刺したりとかして刺し直したりとかして、でまた続きやろうとした時に、その最初はとても薄いんですけど、途中のそのなんか変になったところ上から修正したりとかしてすごい厚みが出て、でまたやっていったらまた薄くなっていてみたいなことってよくあるんですけど、それは時と場合によるんですが、ちょっとぐらい分厚かったりしても見る時って横から見ないので前から見るから、もう多少はね目をつぶってます。こう厳密に言うと私も結構それをやっていて、ちょっとアイロンとかするとね割と押しつぶされるんで、割と平らになるんで、多少の場合はいいっていうことに自分の中ではしてるんですけど、なんかどうしてももう明らかに影ができてるぐらい、なんかこの上の方はすごい分厚いのに下から薄くなってるみたいなものに関しては、高さを揃えるためにその薄くなった部分をもう一回その同じ厚みにするように、ちょっとわざと綺麗に刺せてるんですけど、上から足して厚みこの横から見た時のこの高さを揃えるようにしたりとかはやってます。ただどうしようもない場合は切ってください。切ってやり直すっていうのが一番いいと思いますね。大変なんですけど、ちょっとあまりにも変な場合はやり直した方がいいです。でもね、そこの見極めっていうのが結構難しいと思うんですけど、自分が気に入るか気に入らないかでもう決めるしかないですね。だいたいこういう細くて長いところがそういうことに陥りやすいかな。あとこことかも例えばこの端っこがすごい分厚くてだんだん薄っぺらくなってきてみたいなっていうことはね結構あります。これはそこまではなってないですけど、ちなみにこれは毎月の刺繍ファンボックスに載せている図案です。ちょっとこうガーリーなやつを今日はチョイスしてみました。あとね、陥りやすいのは結構イニシャルですよね。これは文字の刺繍に載ってるやつなんですけど、これも結構ね幅がちょっとだんだんやってると狭くなってきて、また太くなって狭くなっててなりがちなので、細くなってきたところを上から刺して補強するみたいなことをよくやるんですけど、それやるとやっぱりその補強したところが太くなるので分厚くなるので、綺麗に刺せてるところもしょうがないからちょっと刺すみたいなことにはたまになってますでももうそれはもう多少は目をつぶってこうね、真正面で見てこう真横から見るわけではないんで、私もこれ真横から見るとちょっとね怪しいですよねっていうのがあるので、アイロンかけるとある程度その厚みっていうのは多少はペタッとなるんで大丈夫なんですけど、そこはちょっともう自分で見極めるしかないですけど、薄いところちょっと差し足すっていうのはありかなと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。